ナメクジと人間の関係史。イントロダクション。皆さんはナメクジという生き物に対して、多くの人が気持ち悪い害虫といった、ネガティブな印象を抱いているかもしれません。今回はそんなナメクジと人間の関係史について、掘り下げていきましょう。ナメクジの基本情報。ナメクジってカタツムリの殻がなくなったものなのだ。それは一般的な誤解ね。確かに見た目は似ているけど、ナメクジはもともと殻を持たない種類が多いの。軟体動物門腹側綱に属する生き物で、世界中に約4万種以上存在するのよ。そんなにいるのだ。でもなんで体がヌルヌルしてるのだ。それは体を乾燥から守るための粘液を分泌しているからなの。この粘液には防御効果もあって、天敵から身を守る役割も果たしているのよ。ナメクジさん、意外と賢いのだな。古代からの関わり。人間とナメクジって昔からの付き合いなのだ。そうね。古代ローマではナメクジの粘液が薬として使われていたという記録があるの。傷の治療や皮膚病の治療に効果があると言われているの。ナメクジの粘液を傷に塗るのだ。痛そうなのだ。今の視点では驚くかもしれないけど、実はナメクジの粘液にはヒアルロン酸などの成分が含まれていて、実際に治癒効果があることが科学的にも証明されているのよ。なるほどなのだ。昔の人も結構正しいことを知ってたのだな。食文化とナメクジ。ナメクジって食べられるのだ。フランスやスペインなどでは特定の種類のナメクジが珍味として食べられているの。特にフランスのブルゴーニュ地方のブドウ畑に生息するエスカルゴとブルゴーニュは有名ね。でもナメクジって毒があるって聞いたことあるのだ。鋭い指摘ね。確かに一部のナメクジは寄生虫を持っていることがあるから、生で食べるのは危険ね。でもちゃんと調理されたものなら安全なの。もちろん食用として認められた種類に限るけどね。ずんだもんは勇気がないから食べられないのだ。農業とナメクジ。農家の人はナメクジさんが嫌いなイメージがあるのだ。なんでなのだ。それは多くのナメクジが農作物を食害する害虫だからなの。特に野菜や柿の若い芽や葉を好んで食べるの。イギリスでは年間約1億ポンドもの農業被害があるという調査結果もあるのよ。そんなにすごい被害なのだ。じゃあナメクジをやっつけるしかないのだな。単純にそうとも言えないわね。ナメクジは生態系の中で重要な役割も果たしているの。落ち葉や枯れた植物を分解して土壌を豊かにする働きもあるの。最近では化学農薬に頼らない、生態系を壊さない防除方法も研究されているのよ。なるほど。敵だけど味方でもあるのだな。現代科学とナメクジ。今の時代、ナメクジさんは科学的に役立ってるのだ。とても良い質問ね。実は医療や美容の分野でナメクジの粘液研究が進んでいるの。韓国や日本の化粧品にナメクジ粘液エキスが配合されているものもあるのよ。ずんだもんの顔に塗るのだ。そうよ。保湿効果や肌の再生を促進する効果があるとされているの。さらにナメクジの粘液の接着特性を研究して、新しい医療用接着剤の開発にも応用されているのよ。すごいのだ。ナメクジさんって人間の役に立っているのだな。そうね。2017年にはナメクジの粘液からインスピレーションを得た医療用接着剤が開発されて、湿った組織でも機能する画期的な素材として注目されたのよ。まとめ。ナメクジと人間の関係は実に多様です。害虫として嫌われる一方で、生態系の中での重要な役割や、医療美容分野での可能性など、私たちの生活に様々な形で関わっています。単に気持ち悪い生き物と決めつけるのではなく、その存在の意義や可能性に目を向けることで、自然界の多様性の素晴らしさを再認識することができるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。